その2段の時には安田先生と組手っていうのはやられた。やった。それでもやはりかなわなかった。即答が早い。避けられるけども、やって避けられるけども、体がすっ飛んじゃう。懐に入れない。入れない。あの先輩すごかったな。だから安田先輩とやって懐に入れないから、もう絶対にまあ倒せなくてもまあもうちょっと互角に戦えるぐらいの感じになろうと思って稽古してたんだけど、あそこのお茶の水だったかな、安田先輩の安田ビルのとこ行って事務所のとこ行っていろいろこう教えてもらったんだけど、常にお酒飲んで。安田先生もお酒好きなんですか？でそれでがんになっちゃった。酒強いで、俺何歳少しぐらいとか、いや私は酒ダメです。黒崎先生とどっちが先生安田先輩の強いんじゃない。だから若さで亡くなっちゃったの。今ない写真があるけどね、葬儀の時に行ってね、安田先輩の道着と黒木置かれてて、で俺が本が安田先輩のあれで本をアドバイスで出した本を持ってって奥さんにね渡して、そういういろいろな技を私はしておきましたって挨拶して理解してね、まあ結局にしてみりゃ残念だったね。もうあとね20年ぐらい生きててくれたら世界の極真になったっていうのを見て喜んでくれたと思うよ。あの時はまだそこまで行ってなかったよ。いや、安田先生亡くなられたのはそんなに前じゃなかったです。そんな後だった。70いくつまでそう、70の後半ぐらいで、一回フルコンの山田編集長の分からいで、先生対談してますので、安田先生と。あ、そっか。そうだね、あれあるね、これの。全然忘れてるけど。じゃあ安田先輩は分かってたのかな、大きくなって。全然、はい。皆さんそれは分かってらっしゃいますね。石橋先生も、宮城本先生も、黒崎先生も全部知ってますから。その大山空手が極真空手のそういう大きい団体になって、それで初めてそういう昔先輩たちがいたよっていうことで話して、ただその中で先生だけがなぜか闇に葬られてたというか、破門になって、それではっきりとこうなんていうの傷害事件みたいになってたから、でそこにちょうど大山先生は財団法人を取ろうと思って、私自身がはっきりと邪魔になったり、その後もね、本当に全然他の観光例が光さんが誰も語らないですし、唯一黒崎先生が何かの本で、先生らしき人のことを語ってるんですね。小柄で、小柄だけども腕っぷしが強くて、一見優男なんだけど、相手の懐に入って一気にただにそういう組み手をするみたいなことだから僕自身がそういうはっきりと極東組っていうそんな大きな団体だと知らなかったけど、これになっちゃって、それで要するに大山先生の方は財団法人を取ろうと思ってやってたのに、その師範代だった人間がそういう筋の人間とをやってるっていうことになって、で黒崎先輩は許されたんだけど、俺自身はなんかそれが続いてたからね、ずっとね、親父の店の関係で。だから僕自身は辞めるわけにいかなかったからね、親父の店を無銭商にして払わないんだよ、当時ヤクザはね。ただその後のね、加藤先生から、渡辺先生の告白みたいなので、先輩は騙されたんですよ。
黒崎先輩は普通に極真戻ったけど、先輩だけそのハモリされたままで、黒崎先輩に騙されたんですよみたいな。あ、そうなの。俺でも全然もう要するに破門されても別にほら約10年近くシャンナーやって、まあ気が付いたらね世界の極真になってたんで、もうそれで僕自身は満足してるんじゃないの。僕自身はもうそのシャンナーをずっと続けて、ね、支部を持てって俺の先生に言われてたけど、全然僕は体で飯食うつもりありませんって言ったぐらいだから、多分ねそういうだったんだろうと思うよ。だってこの練習を空手を復帰するんだってはっきり言うと僕自身の意思でやろうと思ってこれ始めたんじゃないんで、なんかいたんで誰か。それでその始めちゃった、それが西川口のきっかけもあるんだけど、なんでか始まっちゃったんだよな。でも俺それまでは海出てもう本当に遊んでばかりいたからね、ヨットでね。だからなんでそうなっちゃったか僕自身だから散々やりたいことはやっちゃったから、空手で黒崎先輩の金魚のうんこみたくね、2人でこの新宿の高級クラブへこうはしごしたりなんかして遊びまくっちゃったから、もうそれでいいと思っちゃったね。大山先生はなんか苦々しい感じだったらしいよ、加藤には。